バナーはバラの茂みにいたウサギのことが忘れられませんでした。狐から助けてくれたウサギはお母さんのように優しかったからです。そこでバナーはもう一度あのウサギに会いに行くことにしました。こんにちは、坊や。こんなところで何してるの？プッチーを探してるのよ。プッチーって誰？私の可愛い坊やなの。坊やがどうかしたの？それがわからないの。私が野いちごを取りに行ってる間にいなくなっちゃったんだもの。きっと迷子になったのね。だからこうやって探してるの。そうだ。坊やは私のプッチーを見かけなかった？どんな子？プッチーって。ふわふわした毛が生えていてね、耳がピンと立って指をしゃぶる癖があるの。とっても可愛いの。見たことないな、そんなウサギ。でも僕の仲間は誰か見たことがあるかもしれないよ。みんなに聞いてあげるからおいでよ。ありがとう。みんな、プッチーを見かけなかった？見かけなかったな、わしは。私もよ。見かければ教えてあげられたのにね。残念だけど。僕も見なかったよ。ショーン、俺もさ。ゴチャさんは？見かけた。本俺はそう言いたい。当？で、どうなのさ？見なかったんだよ。皆さん、ありがとう。お邪魔しました。ウサギさん、どこに行くの？もう一度探してみるの。ウサギさん、待って、僕も行く。プッチー、プッチプッチーはどこ？プッチー、プッチー、坊や、私の可愛い坊や、返事してちょうだい。プッチー、おーい、プッチー。ウサギさん、もうダメね。これだけ探してもいないんだもの。そんなことないってば。だって。そうだ、ミミズクじいさんなら知ってるかもしれない。聞いてくるからちょっと待ってて。なるほどな。プッチーか。ミミズクじいさん知ってるんだね。ああ、知ってる。どこにいるの？いないんじゃよ、どこにも。どうして？ウサギが野イチゴを取りに行ってる間にな、人間が来てプッチーを捕まえていってしまったんじゃ。そんな。だからいくらプッチーを探しても無駄なんじゃよ。プッチー、私の可愛い坊や。プッチー。そうじゃったのか。いくら探してもプッチーは見つからないはずね。かわいそうに。本当のことしたらどんなに悲しむでしょ。苦しいよ、お母ちゃん。でもいるんだよ、プッチーは。ちゃんといるんだ。だってバナ、お前は今。僕が今プッチーになってやるのさ。バナが？そう、僕はウサギさんの子供になってやるんだよ。
そんなこと言ったってお前はリスだぜ。尻尾だって長いし、ウサギには見えないよ。じゃあこうすればウサギに見える？しかし耳がダメだよ。ウサギの耳はもっと長いからな。じゃあ僕の耳を引っ張って。引っ張る？長く伸びるようにさ。耳が伸びるかな。とにかく引っ張ってみてよ。じゃあま。痛いだろう。無理するなよ。いいからもっと引っ張ってよ。そうかい。やめなさいよ。耳が取れてしまう。もっと強く。どう？少しは伸びた？全然。まるっきり。なんじゃと？わしの羽を2本貸してくれじゃと？何に使うんじゃい？僕ウサギになるんだ。だからそれを耳に使うんだよ。何？ウサギ？わしが考えるに。考えてる暇ないの。おい、やめてくれ。やめてくれ。よし、これでいいぞ。そうだ、ウサギさんの飛び方も練習しなくっちゃ。よし、頑張らなくっちゃ。うさぎさん、お母ちゃん。僕プッチーだよ、お母ちゃん。僕本当にプッチーなんだよ。そうね。あんたプッチーだわ。信じてくれたんだ。お母ちゃん。なーに？ねえ、もう一度呼んでもいい？私はお前のお母ちゃんよ。いいに決まってるじゃないの。じゃあ言うよ。お母ちゃん。なーにプッチー。お願い、プッチーっていうとこもう一回言ってみて。なーに私のプッチー。お母ちゃん、僕お腹すいた。じゃあおっぱい飲む？おっぱい？だって僕もう赤ちゃんじゃないもんな。何言ってるの。お前は私の可愛い赤ちゃんじゃないの。だけどさ。それともお母ちゃんのおっぱいなんか嫌いになったの？そんなことない。飲むよ。ましてた赤ちゃん。だけどあいつ嫌だって言いながら結構嬉しそうじゃないか。うさぎさんもよ、幸せそうだね。よかったな。プッチー、気をつけてね。転ばないように。大丈夫大丈夫。あのいたずらっ子が塩らしくなったもんじゃ。あら、ラドールさんとゴチャさん、こんにちは。皆さんのおかげで私のプッチーが見つかったの。プッチンが？この子なんです。どう？かわいいでしょ？かわいい。こいつが？とってもおとなしいし、そう、おとなしいし。いたずらなんかしないし、まあしないし。いい子なのよ。そうですとも。まったくね。これからもプッチーをよろしくお願いしますね。じゃあリスさんたちさようなら。リスさんたちさよならだってさ。バナーがおとなしくて可愛いだとさ。苦労するで話を合わせるのも。だけどウサギさんだって本当は分かってるんだよ、きっと。何が？バナーが本当のプッチーじゃないってことさ。だってプッチって言ってたぜ。ウサギさんはな、バナーの気持ちが嬉しいんだよ。だから騙されてるふりをしてるんだ。そうか。でもよかったじゃないか。ウサギさんがあんなに喜んでんだからな。
お前は本当のプッチーみたいよ。どうかね、ウサギの子供になった気分は。嫌になっちゃうよ。もう僕のことまるっきり赤ちゃん扱いするんだもんな。とかなんとか言っておっぱい飲んでた時の顔あれ見てたの？すごく嬉しそうだったじゃないでもよかったね、バナーにもお母ちゃんができて。まあウサギさんのためだもの、僕も頑張らなくっちゃ。ご苦労様。じゃあ僕お母ちゃんが心配するからもう帰るよ。さようなら。さようならだって、すっかりウサギさんの子供になったつもりでいるのよ。だけどウサギさんの方は違うって分かっていること、バナーはまだ気がつかないのかね。バナーは嬉しいのさ。やっとお母ちゃんができたんだものな。だからウサギさんも信じてくれていると思い込んどるんじゃろ。まあバナーの気の済むまでそう思わせておけばいいじゃない。それにしてもさ、バナーは猫の子になったりウサギの子になったり、おかしなリスだよまったく。そのうちバナーの耳が長くなってくるかもしれないねプッチー、ごらん、素敵なごちそうがあるわよ。どこをごちそうって。ほら、ここよ。え？あ、そう、プッチーは木の実の方が好きだったわね。木の実なんて僕大嫌いさ。こっちの方が好き。プッチー、無理しなくてもいいのよ。無理なんかしてるもんか。僕はウサギだもの。こういう草大好きだよ。おいしい。プッチー、リスとウサギは違うんだからな。バナーのやつあんなもんばっかり食ってたら目が赤くなっちゃうぞ。バナーはウサギの子供になるため一生懸命なのさ。だけどウサギにはもう分かっていることなんだからな。バナーにも教えてやった方がいいんじゃないのか。反対だな俺は。そんなことしたらバナーがかわいそうじゃないか。うこのままにしといてやろう。さあプッチー、あのオカムで競争しましょう。よーし、負けないぞ。プッチー、遅いわよ。バナーバナー。ねえバナー遊ぼうよ。バナーって誰だい？やだな、とぼけちゃって。僕はウサギのプッチーだよ。バナーなんて知らないよ。嘘だい。嘘つき。君ちょっと。ねえクレア、あっち行ってよ。やだ、バナーったらこの頃ちっとも遊んでくれないんだもの。毎日ウサギさんごっこばっかりして僕もウサギさんごっこに入れてよ。ダメだよ、これは一人だけなの。そんならずるいよ。クレ、こっちいらっしゃい。お母ちゃん、バナーったら僕と遊んでくれないんだ。クレー、バナーは忙しいの。忙しいってウサギさんごっこしてるじゃないの。バナ、あんたは早くウサギさんのところへお行き。僕も。クレーはいいの。どうして言っちゃいけないの。どうしてでも。じゃあ聞き分けのない子だね。バナーはね、ウサギさんの子供なんだから、お前と遊べないの。嘘だ。バナーはリスだい。リスがウサギになれるわけないもん。あのウサギさんはね、子供がどっか行っちゃったんだよ。だからバナーが代わりにウサギさんの子供になってあげてるの。じゃあ僕も代わりばんこでウサギさんの子供になるよ。お前には母ちゃんがいるだろ。バナーにはお母ちゃんがいないんだからちょうどいいの。さあ、お母ちゃんと遊ぼう。さあ、おいで。よーし。プッチ。
早く飛ばないんだ。だってバナーはウサギの子供のつもりなんだから飛ぶわけにいかねえんだよ。グズグズしてるとやられちゃうじゃないか。早く逃げないと。ごちゃ。お母ちゃん痛い？大丈夫よプッチ、心配しなくても。でも傷ができちゃったじゃないか。すぐ治るわ。そうだ、僕薬の草もらってきてあげるよ。誰から？素敵なリスさんたちからさ。だけどまたイタチが来ると危ないわよ。へっちゃらだよ、イタチなんか。そう、じゃあお願いするわ。すぐ帰ってくるからね、待ってて。プッチ、何お母ちゃん。なんでもないの。気をつけてね。バナ、ラドールとゴチャに聞いたよ。ウサギさんの具合はどうかね？傷が痛むんだよ。薬の草どこにあるか知らない？わしが今すぐ取ってきてあげるよ。ありがとう。だけどなバナ、みんなとも相談したんだが、ウサギさんの傷が治ったらやっぱり本当のことを話した方がいい。本当のことって？お前はプッチーじゃなくてリスだということじゃよ。嫌だい、お前の気持ちはよくわかるがな、リスは結局ウサギとは違うんじゃ。そうよ。またイタチに追われたらどうするの？飛び降りることもできないんじゃ危ないじゃないの。バナ、長老さんの言う通りにした方がいいぜ。だってそんなことしたらウサギさんがかわいそうじゃないか。バナ、お前がそこまで言うなら話すがな、ウサギさんだって本当はお前がプッチーじゃないことを知ってるんじゃよ。ウサギさんはお前の気持ちが嬉しいから知らないふりをしてるだけなんじゃ。嘘だい、そんなの嘘だい。バナ、僕はプッチーなんだもん。お母ちゃんだってそう思ってるよ。ウサギならもういないよ。遠くへ行ってしまったのさ。遠くって？どっか遠く、もう二度とお前に会えないところじゃよ。どうして？お前が本当のプッチじゃないからさ。いや、ウサギはな、お前がたとえプッチじゃなくても本当の子供のように思っていたんじゃよ。できるならずっとお前と一緒に暮らしたかったんじゃ。しかしそれではお前は木の実も食べられないし、イタチに追いかけられた時木へ飛ぶこともできない。ウサギはお前のためを思って行ってしまったんじゃよ。バナ、幸せだったわ私。あなたのおかげよ。さよならバナ。いえ、さよなら私のかわいいプッチ。
ちゃ。出会いにはいつか別れの時が来るんです。いつまでも夢を見ていることはできません。バナーは今それを知ったのです。